ドラゴンボール最新ゲームドラゴンボール激震スクワドラで超絶京都バトル。オス V ジャンプ最強ジャンプドラゴンボール担当のビクトリー浅田です。オス集英社最強ジャンプ編集長の川島です。今日我々はバンダイナムコエンターテイメントさんに来ています。まもなくドラゴンボールの新しいゲームドラゴンボール激震スクワドラがリリースされるということで、プロデューサーの方から先行プレイのお誘いをいただきました。いやー、どんなゲームか楽しみですね。はい、この2人でドラゴンボール激震スクワドラがどんなゲームかを紹介しつつ、ゲームの魅力や楽しさを皆さんにお伝えできればと思います。ということで早速行ってみましょう。シャイドラゴンボール激震スクワドラのプロデューサーのユウさんとトシさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ドラゴンボール激震スクワドラプロデューサーのユウです。ドラゴンボール激震スクワドラチーフプロデューサーのトシです。よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします。早速ですが、今回新しくリリースされるドラゴンボール激震スクワドラについて簡単にご説明お願いします。はい、ドラゴンボール激震スクワドラは4対4のチーム対戦型バトルです。チームで協力しながらドラゴンボールの獲得勝利を目指す今までにない新しい形のドラゴンボールのゲームなんです。はい、激震スクワドラの魅力はですね、もう敵を圧倒する爽快感となっておりますので、本日はお二人にもぜひそれを体験していただければと思っております。それでは激震スクワドラの操作方法とルールを教えてもらおうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。では実際に、ゲームをプレイしながら簡単にルールを説明させていただければと思います。今まさにゲームが始まったんですけれども、基本的に、激震ルールにおいては今左上にあるマップの右側のところに星マークというかイーシンチュをベースにした、敵陣地があるんですけど、そこにですね敵のドラゴンボールがあります。で逆に言えば、味方の陣地のところには自分のドラゴンボールがあるんですけど、このドラゴンボールを獲得した方が勝ちっていうのがゲームになっています。で今下に行っていただいてるんですけど、マップ上にはこういう小さい、敵 NPC がおりますので、これを倒しながらレベルアップをしていくでまさに今レベルアップしていただいた時に技がこうやって解放されてってるんですけど、今解放されているのはスレッジハンマーという飛んで殴る技と、今海王剣が解放されているような状況になっています。海王剣海王剣使う？海王剣 L2 です。敵がいない。いない。のに。あらららららら。海王剣を使うとですね、他の技が強化されたりっていうのが僕の特徴だったりする。スレッジハンマー。あれ？はい、っていうところなのでいいです。ダメージが強化されたりっていうので、今こう徐々にレベルが上がってる。R1 も今使えるのでぜひ打ってみてください。しゃあ打つぞー。カメハメ大ダメージ出ます。というところで、今こう解放されている技を駆使しながら敵プレイヤーもしくは敵 NPC を倒していってレベルを上げていって、敵を倒していくっていうのが基本的なゲーム体験です。ああ、いいですね。素晴らしいですね。で今ちょっと体力が削られているので、ちょっと戻りましょうというところで、味方を入れてください。おお、みんなごめんよ。でもうちょっと奥に、もうちょっとちょっとここの部分は後でご説明します。全王様に。はい。でこの味方の破壊神と天使がいるところに戻ると、こういう風に自分の体力を回復してるので、回復したらまた前線に戻って敵をこれ倒しながらレベルを上げて、いいですね。避けながら体力を回復しながら、自分のレベルを上げながら敵を倒していくっていうのが基本的な。いやもうでも本当これ簡単ですね、操作が。いやそうですね。攻撃もずっと押してるだけだからこの。はい。基本的にはもうバツをずっと押してるだけでも敵を殴ったりとか気弾を打ち続けたりするので、それで敵を倒しながらレベルを上げていっていただければなと思います。だんだん強くなってきたら必殺技打ちたいな。あ、いいですね。おお、元気だ。容赦ないな。悟空は元気だ。セルジュニアで元気だ。使いどころあるでしょ。いや今すぐしたかったんですよ僕は。いいです。でもこうやって徐々にこうやって自分が強くなってる感じ。いやどんどんね。攻撃しながら位置移動できるのいいですね。そうです。ナッパいる。中ボスみたいな形でいるんですけど、ちょっと強いので。まだ出た。これはまずい。出し。おお。で今また
全王様来ちゃってるんで、またちょっと一個戻んないといけないんですけど、ちょっと今のこの話をすると、ドラゴンボールを獲得するためにはですね、敵の陣地にいる4人のこの破壊神を倒さないといけないんですね。なるほど。で、なんで本当はこの破壊神にダメージを与えていかないといけないんですけど、破壊神は通常めちゃくちゃに強い。めちゃくちゃに強い。なるほど。近づくとですね、大ダメージを食らっちゃうんです。なんで普段はいけないんですけど、さっきみたいに全王様が来てると、ちょっと全王様に萎縮した形になってダメージとかを出せない状態になるので、そのタイミングで攻撃を仕掛ける。全王様大事なんですね。そうです。今まさに全王様が敵の破壊神のところに行ってるので、怖い怖い怖い。後でで上に行っていただいて、今こうです。今大丈夫。今やってる。でこれ技を激震バスト。こうやって全王様が来てるタイミングだと破壊神にダメージを与えられるので、このタイミングで破壊神にダメージを与えたいんですけど、今敵もっていう風に破壊神が全王様が来てるこのなんかピヨピヨしてるところで攻撃専用の攻撃激震バーストマックス激震バーストという。ちゃんと全王様の位置を把握してなきゃダメなんだ。ここ大事ですね。この左上のマップをめちゃくちゃ見ながら戦うのが大事。ついていきながら進めば大体そうですそうです。さっきの戦いの中で経験値を獲得して今レベル7にレベル 7？ レベル7の変身ができる。どこですか変身は。三角と L3 ボタン。三角と L サージやってみよう。おお来た。これスーパーサイズ。かっこいい。映像めっちゃ綺麗だな。ありがとうございます。アングル最高っすね。このスーパーサイズになるといろんな技も強化されるので、強くなってる。はい強くなってるので、今まさに敵と戦ういいチャンスだと思います。敵と敵。これいいですね。ベジータ。でもいいですいいです。ベジータ削れてる。味方もカメハメ今避けた。スレッジハンマー。どこ？これが R2 です。R2。でももう使って R1 次。でも倒した。これ味方ですか？味方です。で今また全王様が来てるので、また敵の破壊神のところまで行っていただいて。全王様行こう。今がチャンスだ。ムシ。後回し。でもゴージャックいるな。危ない。ちょっとあそこでもう今激震バーストを溜めていった。こうやっていくと破壊神のターンマックス激震バースト。一旦中から出てこのゴージャックを倒しちゃった方が。倒せるなゴージャックは。やばい。そうね。中入っちゃうと激震バーストになっちゃうから。これちょっと倒す。味方がいった。でもダメだ。どうだ。危ないです。やばい。逃げましょう。逃げ。怖い。で1個激震バーストを貯めて。マックス激震バーストこれ決まってなんだよゴージャックもいいとこで大体。これやっぱ味方必要ですね。そうなんですよね。一人だとどうしても。さっきは僕自分一人で。でもいいですね。これいきます。またベルついてきた。いい。でも突破した。やった。ちなみに他にキャラクターってどんないるんですかね。ネットワークテストでは16体のキャラクターが登場したんですけども、その16体のキャラクターは3つのロールに分かれてまして、悟空のようにダメージを出すのが得意なそのままダメージというロールと、ベジータのようになかなか死なないっていうところ耐久力に優れたタンクで、クリリンだったりフリーザだったりっていう、ちょっとまだこのゲームプレイでは一緒に戦ってないキャラクターたちなんですけど、いわゆる敵に妨害したりとか味方にバフをかけたりみたいなところが得意なテクニカルというキャラクターがいます。操作は簡単でしたけど、本当にドラゴンボールらしい本当に派手なアクションがすごい楽しかったですね。すごい画面かっこいいし、あと戦略とかね、駆け引きとかいろんなのが楽しめそう。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。ドラゴンボール激震スクワッドはですね、クロスプレーとクロスプログレッションのどちらにも対応しておりまして、スマホ、PC、家庭用ゲーム機などお好みのハードウェアを通じてもういろんなプレイ環境で遊べるようになっておりますので、もう自分の進行状況もそれぞれ保持されておりますので、家で気軽に遊んだり、外で移動中に遊んだり、いつでもできちゃうんですね。もういつでもどこでも友達と一緒にぜひお遊びください。4人それぞれの環境で遊べるならよりプレイもしやすそうですよね。はい、おっしゃる通りです。では我々とビクトリー浅田さんと、川島編集長と、トシと私で実際にチーム戦をしてみましょうか。ぜひお願いします。よろしくお願いします。